この動画のあらすじ。夜勤で働く女のご褒美お給料日キャンプ。焚き火で癒されて美味しいお酒を飲んで甘いものを食べて全力で幸せ。雨が降るの降らないのどっちなんだい。ご視聴ありがとうございます。おみつと申します。私は静岡県で夜勤のお仕事をしています。連休はないので夜勤終わりに今日は自分へのご褒美でキャンプをしに来ました。仕事を終えた後にテントを立てるのはちょっと疲れてしまうので、私は車にタープをつけてカーサイドタープをして車の中で寝る車中泊スタイルのキャンプをしています。よいしょっと後ろのドアを開けました。必要なものを車から下ろしていきます。タープを立てるのはちょっと久しぶりなのでうまくできるかドキドキしてます。力加減を間違えました。勢い良すぎて自分でもびっくり。ちょっと不安定な空模様で心配です。ここぞという時に雨が降っちゃう雨女なおみつです。お天気に負けていられません。しっかりエネルギーをチャージしてタープを立てます。今日はとっても美味しそうなウイスキーを持ってきました。いつもとちょっと違うものを楽しみたい。グレンターナボートカスクフィニッシュ。琥珀色がキラキラしててとっても綺麗。3、2、1。甘くていい香りがしてワクワクが止まらないです。とりあえずストレートでいただきます。甘くてとっても飲みやすい。バニラの香りの後にちょっとスパイシーな感じがふふーんって抜けていってすごく気持ちいいです。ただ甘いだけじゃなくて甘みの中にあるスンとした香りが大自然に合う、そんな感じのウイスキーです。それではビシッとバシッとタープを立てていこうと思います。私はゴーグランピングのタープを使っています。車に金具をつけてそこに引っ掛けていきます。身長が低いのですごい難しい。ギリギリまで背伸びをしてできました。タープを立て終わったらお酒タイム。ウイスキーに見守られながら頑張ってます。1本目のボールを立てるときキャンプダホイっていう感じがすごくする。相変わらず下手っぴなペグ打ち。でもとっても楽しいです。へにょへにょすぎるタープ。これからビシッと立てますが大丈夫かこれって思いながらペグを打っています。ふにゃふにゃタープ。しっかりロープを張ってピンとさせます。あれ、全然ピンってならない。一時はどうなるかと思ったけどとりあえずいい感じに晴れました。おみつ基地完成です。
早速ウイスキーを楽しみたいところだけど、その前に焚き火を準備したいと思います。片手だとちょっと締めにくい。パワー。なんて間抜けな薪割り。怪我をしないように気をつけながら楽しんでいきます。なんかかけらになっちゃった。思った感じじゃない。巻き割りをするときはしっかり踏ん張って、お腹と背中、そしてハムストリングスにも力を入れて、筋肉を意識しながら割るようにしています。最後は手でバキッと。私は誰もいない野営地みたいなところでキャンプをしているんですが、やたらに薪を投げてはいけないと思う。雑でごめんなさい。バトニングして細い薪をバンバン作っていきます。あんまり作らなくてもいいよなぁと思いながらも楽しくて止まりません。焚き火台と薪の準備ができたので、早速火をつけたいと思います。今回は大きな松ぼっくりを持ってきたので、これを使って火を起こしたいと思います。とっても大きくて顔ぐらいある。この間下田の方に行った時に買ってきました。南伊豆川山地の大王松の松ぼっくり。どんな風に火がついていくかとっても楽しみです。勢いよくボボボボボッと燃え始めて、あっという間に大きい炎ができました。なんか楽しくなっちゃってまたまたバトニングしちゃってます。殴る方の薪がボロボロでうまくできなかった。むしり取りました。さあ薪割りはこの辺りにしておいて、お酒を楽しむ時間を始めたいと思います。だるまさん模様のお水ジョッキ。早速氷を一つ落としちゃいました。お酒が楽しみすぎて手元がおぼつかない。ハイボールでグレンターナーを楽しみたいと思います。
それではいただきます。ハイボールを見ながら飲む焚き火。違うな。焚き火を見ながら飲むハイボールはとっても美味しい。焚き火、ハイボール、鳥のさえずり、完璧なコンビネーションです。いつもウイスキーを飲んでいる方にもちょっと違ったものをという感じでぜひ飲んでいただきたいんですが、ウイスキー飲んでみたいな、何かいいものないかなって悩んでいる方にすごくおすすめしたいグレン・ターナーです。バトニングしようとしてナイフが抜けなくなっちゃったおバカなお蜜です。空をぼーっと眺めながら飲むハイボールはとっても美味しい。左上にちょっぴりレインボー。真っ暗になる前にランタンを準備しておきます。コールマンのノーススター。野営地は明かりがなくて真っ暗になるんですが、この子のおかげで安心です。ここでおつまみの登場。ソーセージを持ってきました。なんと2種類。どっちから食べるかとっても悩ましいけど、せっかくなので2本同時に焼いて一緒に食べます。食いしん坊。2段重ねのダブルソーセージ、じっくりじっくり焼いていきます。いい感じになってきたのでいただきます。肉汁飛び出る。とっても美味しい。これは絶対ハイボールに合う。はい、優勝。すごく飲みやすくてソーセージとの相性も抜群。お酒を楽しんでいたら一気に暗くなってきました。亀山のオイルボトルランタンをつけます。そしてスノーピークのリトルランプノクターン。明かりを整えたところでまだまだお酒を楽しんでいきます。弾ける炎とシュワシュワ。ハイボール最高。まだまだあるから安心して飲める。お手頃価格でコスパがいいので
お酒が大好きな私にぴったりです。私が見た時はネット通販で3000円以内で売ってるんですが、詳しくは概要欄で。ではお夕飯の準備を始めます。愛用のオピネルでザクザクお野菜を切っていきます。切り方は適当。最近ハマっているキッズパプリカ。なかなかワイルド。食べれれば何でも大丈夫。今日は焚き火とスキレットでご飯を作っていきます。あちあちになったスキレットに豪快に豚ブロック肉をぶち込んで焼いていきます。思ったより火力が強くてドキドキしてる。火の粉を避けながらお料理してます。ボワってなってびっくりしました。でもいい焼き加減。一度お肉を取り出してお野菜を焼きます。ちょっとキャベツの量が多すぎました。先ほど取り出したお肉を切っていきます。そしてお肉をスキレットの中に戻します。味付けは焼肉のタレで簡単に。さあ出来上がりました。お野菜と豚ブロック肉のスキレット炒め。最後にブロッコリーをのせて完成です。それではいただきます。お野菜がお肉の脂をたっぷり吸ってとっても美味しいです。豚の脂もプルプルでコラーゲンたっぷりな感じ。あっという間にハイボールが空っぽ。どんどん作っていきます。このくらいお酒を飲むとヘロヘロのデレデレになってしまうんですが、意外とまだ理性を保っている感じがします。いや、あんまり保ってないかもしれないです。いちいち自慢しながら飲むやつ。
肉もすごく食べ応えがあって、お酒が進んで、すごく楽しいお夕飯でした。ごちそうさまをして、ランタンを消して車の中に入ります。周りは完全に真っ暗です。もうちょっとだけお酒を飲もうと思います。最後は車の中でしっとり大人っぽく飲みたい。おつまみのナッツとドライフルーツを準備します。ちょっと溶けていびつな形になっちゃったけど、ウイスキーをロックで楽しみたくて丸い氷を持ってきました。それではいただきます。心地よい甘みがお口いっぱいに広がって、なんだかいい夢が見れそうです。ストレート、ハイボール、ロックでグレンターナーを楽しみました。お酒を飲みすぎると寝る前に気持ち悪くなったり、胃がもたれた感覚が出ちゃう時があるんですが、今回ボトル半分以上ウイスキーを飲んだんですが、全然そんな感じがなくて、気持ちよく酔っ払ってすごく楽しいです。そして次の日、あいにくのお天気、やっぱり雨が降っちゃいました。でも雨音も気にならなくて、二日酔いもなくて、よく眠れた感じです。雨に負けない、こんなお天気なので焚き火はできませんが、私なりの雨のキャンプを楽しみたいと思います。早速タープが崩れました。これが雨キャンプの醍醐味。急いでタープを立て直します。タープに溜まった水を出してピシッと張り直しました。定期的に水をこぼすようにします。気を取り直して朝ごはんの準備をします。じゃん、アイロンストーブ。一目惚れしてすぐに買ったんですが、なかなか使う機会がありませんでした。満を持して今日の朝ごはんはこのアイロンストーブを使って作ります。オイルをトプトプ、そして着火。こういう見た目のギアが大好きなので、もう雨でも最高に楽しいです。朝ごはんはとっても甘々な
スイーツ系のトーストを作ろうと思います。まずは板チョコを砕いてシェラカップの中に入れます。そしてさっき入れたばっかりのあちあちのコーヒーをちょっぴりだけ入れます。チョコレートをゆっくり溶かしていい感じのペーストができました。このチョコレートをパンに塗ります。これだけじゃありません。パンにトッピングするナッツを砕きます。ペグを打つ時に使っていたハンマー、細かいことは気にしません。これでナッツを細かく砕きます。なかなか楽しい。美味しい。今回は食パンを焼いて、そこにチョコレートとナッツ、そしてマシュマロを乗せて食べます。メイジヤのコーヒーマシュマロ。これだけでもすごく美味しそうなんですが、やっぱりマシュマロは焼かないと。一瞬でマシュマロが燃えてしまった。思ったよりバーナーを使うのが難しかったです。でも絶対間違いない美味しさ。いただきます。完璧です。美味しすぎる。この食パンに幸せが詰まってます。マシュマロがミョンってなって甘くて美味しい。口の周りがチョコレートとマシュマロだらけで恥ずかしいけど、気にせずガツガツ食べちゃってます。湿気で髪の毛がもしゃもしゃ。冷たい雨で体力が奪われるけど、マシュマロチョコレートトーストで元気もりもり。あっという間にごちそうさまでした。雨の日のお片付けはとっても大変だけど頑張れそうです。ウイスキーはあとこれだけしか残ってない。次回のキャンプのために買っておきます。これからもしっかりお仕事をしてトレーニングをして、そしてご褒美でお酒をたっぷり楽しんでいきたいです。火を弱めてフーフーして消します。アイロンストーブもお片付け。
だるまさんのことも忘れずに一緒にお家に帰ります。このあとお家でタープを干すのがなかなかめんどくさくて苦手なおみつです。みんなはびしょびしょに濡れちゃったテントやタープどうやって管理してますか？何かいい方法があったらぜひ教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなって思う方はチャンネル登録や高評価ボタンをぜひお願いします。事故や怪我、体調には気をつけてこれからもたくさんアウトドアを楽しんでいきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。アメキャンの後に入るお風呂は最高。カードを確認しました。有効期限に